マスクほとんど外さない。海外は多分みんな外してるけど。外してる。可愛かったらちょっとサービスで、じゃあ下げますみたいなないですか？ない。お尻が痛いっていう説明できて、多分、じゃあ見てみようねって見たら味だねっていう。Hey guys and girls on Ask Japanese, what is one thing you can do in your country but you cannot, not do in Japan is the question we're asking foreigners on the streets here in Tokyo right now, so let's find out and ask foreigners in Japan. 海外ではありえるけど、日本ではちょっとそれありえないからやめてみたいな、なんかありますか？どうだろう。私なんか結構海外の方が好きなんですよ。なんかそんなに行ったことはないんですけど、逆ならある。なんか露出とかに海外の人は普通にキャミソールとかで歩くけど、日本の人は T シャツとか着てキャミソールとか着てくれないから、多分露出めっちゃしてるなって思われちゃうけど、私はキャミソールとか好きだから、海外の方が好きだからなんとも言えないかもしれない。マスクほとんど外さないから。海外は多分みんな外してるけど。外してるがいいところだな。両方海外のいいところだな。外さない方がいい。変な目で見られる。確かに。夏ずっとマスクしましたか？してました。してましたね。暑苦しくなかったですか？暑い。おかげで熱中症になりました。なっちゃう。そろそろ外国人は日本に戻ってきます。それで外国人をテレビで見てか海外に行ってちょっとびっくりしたことあると思うんですけど、海外に行ったことあるって言ってたので、海外でびっくりしたことは？一見はっきり割と言うよね。なんかコロナの時期にちょうどシドニーにいたんですけど、その時にディスタンスちゃんとしてみたいなのめっちゃ言われた気がする。スーパーとかで知らない人がちょっと私が近づくと「Keep distance」ってずっと言われた覚えはすごい。でも日本だと言わない。確かに。なんか目で知らせるパターンじゃないですか。へーみたいな。確かに。でもそんな悪い意味じゃないか。いいよね。はっきりしてていいよね。自分が嫌だったら口開ければいいですよね。わかった。なんか例えばスーパーとかコンビニで買い物するじゃないですか。多数をくれない、なんて四捨五入でお釣りとかを全部切り上げ切り下げで。細かい額をくれない、なんかあっちのなんか今シドニーに住んでるんですけど、なんか56ドルじゃあ1セントとかだったら、その細かいお釣りやくれないセント単位はあんま、じゃあなんかある意味詐欺じゃないですか。そう、でもなんか楽な時もあるし、多分あっちからしたら楽なんですけど、たまにだからもう慣れちゃったからあれですけど。細かい。だから日本に帰って細かいお釣りあってよかったですか？そうですね、よかった。初めての時どうでしたか？なんか私の待ってたずっとで私の計算が間違ってんのかなみたいな。でもなんか後で友達に聞いたら、なんかこっちのそういうのはこっちやんないよって言われて、可愛かったらちょっとサービスでじゃあ下げますみたいなないですか？ない。これは日本ではやらない、ちょっとびっくりみたいな、なんかありますか？カルチャーショック的な。初めて私カナダに住んでたんですけど、そのカナダに住んでた時にみんなマリファナ吸ってたから、それはビビりましたね。カナダは OK で日本は違法で、カナダに行って一番びっくりしたことは？ご飯が美味しくなかった。プーティーンでも？プーティーンしか美味しくない。プーティーンも美味しいけど、ピザとプーティーンとマックしか美味しくない。わかんない。でもこれ本当はそんなことない。全部美味しいんだけど、ちゃんと全部美味しいんだけど、ちょっと最初はあんまりこう量が多いし、チップも高いし。これチップがちょっとやばいですよね。ちょっともう向こうの方がやっぱ物価が高かったんでびっくりしました。どこに行きましたか？バリ。カルチャーショックはなかったんですか？でも全部禁煙なのに、外の3メーター置きぐらいに灰皿があってすごいなって思いました。3メーター置き？結構な範囲で灰皿がなんかポンポンポンってあるから。じゃあもうドイツ人より吸ってるかもしれないですね。そうだと思いますね。海外ではありえるけど日本ではありえないことは何でしょう？今はなんか私は一応日本の政府は外でマスクなしで OK って言ってるの。でも海外韓国とかでも外だったらマスクいらないっていう風に言ってるから、でも日本の人はマスク外でこんなに暑くてもマスクしなくていいよって言われてるのにもかかわらず 90% マスクしてると思う私。
ね、だからその日本人っぽいところなのかなと思います。なんかすごい田舎いてもみんなマスクですよ。そう、びっくりする。だからしなくていいってテレビでもニュースでも言ってるのに、みんなマスクしてんだけどと思って。集団が強い。うんね、本当にそうですね。だからってマスクするのは良くないっていうわけじゃないけど、もちろん。お店の中とかはね、するけど、それ以外は熱中症になりやすくて、私。だからなっちゃいました、今年。ね、ですよね。だからそんな感じで、今はマスクかな。って感じです。じゃあ逆に今韓国の話出たので、韓国でなんかびっくりしたこととかありますか？韓国行ったことないけど、韓国の文化でっていうこと？私今韓国人がオーナーの企業で働いてるんですけど、オーナーは結構穏やかなんだけど、韓国の人って優しい印象があったけど気が強いっていう、なんか韓国人の女性と日本の女性の違いみたいな YouTube があって、それを見たらオーナーが大爆笑しててそういうところに驚きますか？ごめんって謝っても何がごめんなの、ちゃんと理由を説明してみたいな、そこまでもう報告書書かせるぐらいまで怒るみたいだから書かせるぐらいの勢いって感じ。書かせるはないけど、韓国人の女性は怒ったらほんまに怒るって感じ。そう、本当に怖い。韓国人の女性が怒った時には気をつけた方がいいよ。気をつけた方がいいのかな。特に男性は気をつけた方がいいかもしれないですね。いろいろ詰めてくるからパッションみたいな感じ。パッションもうすごい日本人が結構優しいから、隣の国で顔もちょっと似ててっていう感じなのに違うんだみたいななんかで外見とかが似てるとそう同じような国民性なのかなとか思うけど、結構強いんですよねみたいな。面白いこと聞きました。外国の人は生卵食べない。生卵食べない。確かに食べないんですよ。私も日本に来るまでには全然食べれなかったんです。生卵だって卵かけご飯とか食べない。びっくり。全然知らない。生卵食べてない理由してますか？わかんないです。菌がいっぱいいるからこっちより。それです。なんかサルモネラっていうのは、そう、サルモネラ菌が海外やっぱり日本みたいにね、卵そんなフレッシュじゃない時もあるんで、まあ結構長い間保管してあったりとか、暖かいところ保管してあったりとか、危ない。そう危ない。なので生卵を食べたら病気になる、死ぬよみたいな親に言われます。卵かけご飯美味しいのに。日本に来たら生卵は食べた方がいい。病気になった友達いますか？生卵で。見たことない。友達ではないけど、しょっちゅううちの病院には来る。じゃあなくはないけど、一応それほど危なくない。ちゃんと加熱したりとか、外で放置しなければ全然大丈夫。病院で海外の人たまに来ますか？たまに。海外の人は病院に行ったら大体何のことで来るんですか？風邪ひいたとか、足つったとか。普通に風邪ひいたってのとか、あと子供が風邪ひいちゃったとか、あと痔の人とか。痔の人とか、お尻。できないんで、そうです。どうやって説明しますか？頑張ってくれる。先生頑張ってもらいたい。頑張って説明してっていう。患者さん大丈夫です。でもお尻が痛いっていう説明できて、多分じゃあ見てみようねって見たら痔だねっていう。他になんか外国人でびっくりしたこととか驚いたことありますか？海外で見て。でもやっぱ日本人の人よりもやっぱジャンキーな食事をしてるから、なんか例えばニュースとかでなんか何百キロ級みたいな、なんか動けなくなっちゃうぐらい。でも多分日本人って頑張ってもあそこまでは体質的に大きくなれないから、それはすごいなって思って。でも美味しそう食べてるものが毎日マクド朝昼晩みたいな。羨ましい。あとコーラがこれくらいの大きなコーラ、なんかもう2、3リットルみたいな。羨ましい。Wait, there's even more to tell about living in Japan and differences between your culture and Japanese culture, so be sure to check out the next video to find out more. Thank you so much for subscribing, guys. My name is Kathy Cat. My socials are down below, and check out the next video for more.